こんにちは、トバログです。つい最近ですね、ちょっと動画の更新頻度若干落ちてはいるんですけども、最近ちょっとね、この模様替えをしていました。なんかね、この部屋使うの結構難しくて、若干細長い感じなんですよね。細長くて、ここにね、机を置いたらちょうどいいかなと思って机を置いてたんですけど、なんか部屋を広く使うのがすごく難しくて、どうしようかなって悩んでたところ、いろいろね、試行錯誤して、この、部屋の今真ん中なんですけど、真ん中あたりにデスクを置いて、後ろをねちょっとおしゃれな感じに、ちょっとフリースペース的な感じにすることでかなりね使いやすくなっています。この辺はねおいおいちょっとルームツアー撮っていこうかなって感じですね。はい、っていうところで今回本題としてはじゃんとこちらですね。こちら面白いの買っちゃったんですよね。このブラックベリーのキーボードをそのままね外付け化するっていうアイテムです。こういうタイプのやつなんですが、これすごくないですか？これ今までのこのね往年のブラックベリー端末、このポチポチっていう打鍵感が気持ちいいこのねキーボードを本当にただのキーボードとして、使うっていうアイテムですね。最近結構ね電車の中満員のことが多いので、こういうキーボードでねポチポチと動画の構成書いたりとか、ツイッターやったりとかしてたんですけど、それをねちょっとブラックベリーのキーボードで使ってみたいなっていうところで今回はこちらを新たに購入しています。これね結構面白いデバイスで、iPhone はもちろんこういうねスマートフォンとかあと MacBook とか、基本スマートフォンと使うように使っているんですが、いろいろなね端末と組み合わせて使っても面白いなっていうアイテムなので、どういうやつなのかっていうのとか、実際にね使っていく感想とかを紹介していこうと思います。最近ねブラックベリーの映画とかも Netflix で公開になってたりして、久しぶりにブラックベリー使ってみたいなっていう人もね多いと思うので、今回はねそういう動画を撮っていければ幸いです。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで改めて紹介していくんですが、こちらがブラックベリーのキーボードを搭載しためっちゃ小さい、もう手でポチポチ打つタイプのキーボードです。普通にね外付けキーボードとして使えるものなんですが、めちゃくちゃコンパクトで小さいです。最近こういうのめっちゃ好きなんですよね。でこちら最初に紹介しておくと、ドイツのねドレスデンから届きました。おそらく個人で作っているジタロテックさんっていうね人が販売しているんですけど、その人がね開発をしていろいろな種類のものを出しているというところですね。今回僕が購入したのがブラックベリーといえばみたいなところなんですが、ボールド9900のモデルのキーボードを搭載したもので、モデルがねなんか Bluetooth 版と USB 版とかそういうのがあるんですが、とりあえず技的とかその辺が気になったので USB オンリーのモデルを購入しています。カラーはブラックでケースもブラックっていうところで、他にカラー展開があるのかわかんないんですけど、僕が購入した時はブラックだけでした。じゃあ早速開封していきます。めちゃくちゃよくない？これちっちゃ軽っ。この感じすごくないですか？ブラックベリーボールドはねこの上にディスプレイとかがついていたんですけど、そのねおそらく修理用の交換パーツを用いて作られたものですね。背面とかはね本当に 3D プリンターでざっくりね作ったみたいな感じなんですけど、簡素だけど意外とこのしっかりしててペコペコ感もなくて、普通にねなんか商品っぽい感じです。一応ケースのこの 3D データも公開されているので、例えば白が欲しいとか赤がいいっていう人だったら、別のね自分でフィラメントを購入して、3D プリンターで印刷すれば普通に外装交換もできるかなと思います。そしてこのキーボードめっちゃいいんだよな。このラウンドを描いてるタイプで、この中心に向かってねちょっとこう形がせり出しているというか、ブラックベリー特有のこの打ちやすいキーボードを搭載している点が最高です。このなんか押した時のなんか打鍵感というか、このコチみたいな、ポチポチじゃなくてコチコチみたいな、硬いんだけど確かにこうねいろいろなこのキーをね押せるようなこの感覚、すごく気持ちがいいんですよね。そして何より、この辺のねボタンもそうなんですけど、これトラックパッドがついてるんですね。トラックパッドがついていて、このサイズ感のキーボードめちゃくちゃすごくないですか？ちょっと最近ブラックベリーの映画見た人いるかなと思うんですけど、Netflix で今やってるんですが、iPhone がね発売された時に我が社はトラックパッドを搭載しますみたいなので、なんかそのベライゾンにねそれだけみたいに言われたみたいなのがあるんですけど、これは本当に例えばね今ここに Galaxy があるんですけど、これで
ちょっとねこれ Bluetooth 版ぜひ欲しいなっていう感じなんですが、こうやってこれでもうトラックパッドというかこのカーソル動かせるんですよね。で例えばこんな感じでメモ帳を開きながら有線入力できますみたいな。後でもう少しね使いやすいようにこの辺とかに置いてこうやってね使えたらブラックベリー感あるじゃないかってところでねちょっと工夫していきたいなと思うんですけど、個人的にはこのカーソル移動をタッチパッドでするよりもトラックパッドでねカーソルでグリグリした方が楽なので、この辺が備わっているのがめちゃくちゃいいポイントですね。これすごいのがキーマップを自由に変更することができるんですね。これはめちゃくちゃいいんですよ。これが本当に最高で、ちょっと前に紹介したこの iPhone ケースなんだけどキーボードがついてるやつとか、これもね本当に打鍵感とか気持ちくて使いやすいんですけど、日本人にとっては結構ね配列が特殊というか、割とこのここにこのキー割り当てられたらいいのになみたいなのが結構あるんですよ。なんですけど、これに関してはそれをね、自分で自分の好きな位置にね割り当てることができるので、それがすごくいいポイントですね。でキーとかに関しては普通のねブラックベリーと違うのが、ここの上にねなんとねここの上にクリックボタン搭載しているんですね。デフォルトだとここがね普通にクリック、左クリックでここ右クリックっていう割り当てなんですけど、もちろんここもキーマップでいろいろと変えることができるので、例えばここでねレイヤーの切り分けをしたりとか、あとここを押してスクロールにしたりとか、そういうことができるようになります。このキーボードすでにねキーマップは割とちゃんと完成されているというか、すごくねしっかり最初から作り込まれているんですけども、日本語と英語をね切り替えながら使う、日本人としてはちょっとね使いづらいところもあったりするので、この辺若干キーマッピングどういう風な感じでやるのかなみたいなのを紹介していこうと思います。まずはPC 上で行うんですが、本当にねソフトのダウンロードとかも必要なくウェブ上でやることができるのでめちゃくちゃ楽ですね。最近の本当にこれ言っちゃえば自作キーボードなので、自作キーボードと同じようにこういう風にねやることができます。で今はこの While っていうものかな、VIAL.rocks っていうね、ツールがあるんですが、そのウェブツールを使ってやります。はい、という感じで接続すると、これがねブラックベリーのキー配列ですね。ちょっと自分なりにカスタマイズしちゃっているところはあるんですが、大まかにはね、こんな感じです。ここの筐体の上にクリックとか左クリック右クリック割り当てられていたり、言語変換のねキーをこのスペースの両脇に持ってきたりとか、そういうのをしています。レイヤーがね5段階使える、合計6個のレイヤーが使えるみたいなんですけど、こういう風にレイヤーを分けることができて、でこのね MO1 っていうボタンがあるんですが、 MO1 っていうのを押すとこのレイヤーに切り替わってこのキーが押せるみたいな、そういうことができますね。でこの配列に関してもいろいろね自分なりに工夫して作ってはいるんですけど、こういうキーをね逆にこのコマンドにしたり、こっちがオルトにしたりとかもあるし、でここの L シフトとか他のキーを別なのにしたいなっていう時とかは、この下のねキーマップのところから持ってくるだけでいいんですよね。例えば、ないと思うんですけどここに W を入れてみるとか、戻すんですけど、そういうね本当にワンタッチでキーを切り替えられることができます。でいろいろなねキー配列があって、ジャパニーズ N のやつとか、このね LV みたいなのとか、あとレイヤー分けとか、もう本当にねありとあらゆるものがここで書き換えられるので、本当に端末とかその使ってる PC とかねスマートフォンとかにキーの位置とかが依存しないというところが嬉しい点ですね。キーマップに関しては本当に奥が深いし、人によってもね、この言語変換のところとか違かったりするので、簡単にこういう感じだよっていうのをお見せしています。こんな感じでキーが書き換えられます。これねスマホとセットで使うのが一番ねバランスがいいものだと思うんですけど、今のところ、標準だとね難点としてはここがざらついているので、このまま乗せてもすごく滑っちゃうんですよね。こういう感じに置いて使うにも、画面傷つきそうだし、ちょっとね不安定、押し込む時に不安定だなっていうのがあるんでちょっと悩んでたんですが、これをね解決するためにこういうねグリップシールみたいなのを購入してみました。最近自作キーボードにすごくハマってるモノグラフの堀口くんっていう友達がいるんですけど、彼がね自作キーボードの裏にこれを貼っていて、めちゃくちゃグリップ力強かったので、ちょっとね今回これを導入した感じです。これすごくて、普通にこういう風にベタッと貼って、
ここが普通のシールっぽいんですけど、これ圧倒的な滑らなさなんですよね。でこれを普段使う時はこういう風に置けば、ほらすごい、これもうピタって圧倒的なグリップ力で本当に普通にブラックベリー的に使えるんですよね。これ最強。これが本当にすごくて、こんな感じでちょっとやそっとのね衝撃じゃ落ちないぐらいなんですけど、でも全然粘着テープとかではないので、こういう風にするとちゃんと剥がれるっていう。でこの辺とかに置いてもね、こうふんってすごい力入れて押し込んでも完全にグリップするので、ありとあらゆる大体のスマートフォンでこういう風にね使うことができるので、このグリップシールとセットでスマホで使うとめちゃくちゃ良さそうです。まあちょっとね有線ケーブルを接続しちゃうとちょっと手が邪魔な感じになるんで、こういう感じに画面ちょっと見づらいみたいな感じになるんですけど、一応こういう風にね入力したりして普段は使えそうです。はい、というところでいろいろとねこういうカスタマイズが済んだので、ちょっとね iPhone で実際にどういう風に使えるか試してみようと思います。ここの0を押すと英字配列になるので、こんな感じで iPhone って普通に入力してシステムを押すと日本語になります。日本語でこれで普通に打てますね。こっちは ABC でこっち IU みたいな、この言語変換もちゃんとねキーマップ変更することで、対応してくれてるのめっちゃ嬉しいですね。このトラックパッドに関しては iPhone、iOS は非対応ではあるんですけど、例えばねキーの割り当てで矢印キーとかをこの辺に割り当てておけば、こうやって入力しながら矢印キーでねこう上の方に動かすとか、そういうことはできるかなと思います。例えばねすでに入力しているもので、この辺今カーソル選択しているんですが、例えばさっきみたいに矢印キーもちゃんと打てます。この矢印がちゃんと反応してくれることで、結構テキストでこう戻ったり行ったり来たりとかがすごくしやすいですね。この両方にねレイヤーキーを割り当てているので、こっちを押しながらだとこの矢印キーで、こっちを押しながらだと例えばここにね数字がこのままナンバーパッドのように入力できるというスタイルになっています。これはめっちゃテキスト打ちやすいんだけど、ここの0に関しては単押しだとね言語切り替えなんですけど、長押しだとコマンドキーに切り替わるので、例えばこう押して、こんな感じで何かのキーと一緒に押すとこうね葛藤してしまうとか、例えばこれで V を押すとまたねペーストするとか、そういうコマンドキーの入力もこれで行うことができます。いやこの使い方やっぱ最強かもしれない。これiPhone だとカーソル操作できないんですけど、 Android とかだとこのままね、カーソル操作こんな感じで見えますかね。こんな感じですごいヌルヌルカーソル操作ができるので、これでね、テキストの位置を調整したりとかそういうのができます。ただちょっとね Android のこの純正の Google のやつだと、こことここをね押してキーをね英字とか数字とかにすることが難しそうなので、一旦ね、オルトを押しながらで言語切り替えをするようにしています。こんな感じででここを押すとまた日本語になるっていう、こういうね感じでテキスト入力ができそうですね。特にやっぱ Android 端末と相性良くて、特にこのねZ フリップとかだとこうポップアップで画面を分割できるんですよね、こういう風に。なのでこの開いているブラウザとかの上であれば、このテキストのね領域が被らずに、このまま言語変換はねちょっと下にあるんで見えないんですけど、こういう風にできますみたいな感じで、こっちのね画面を見つつ、入力することができますね。これはすごいいい。はい、というわけでこのブラックベリーのキーボード付きキーボード、だいたいね1週間ぐらい、あれこれ試行錯誤しつつね使ってみたので、ちょっとね感想を紹介していこうかなと思います。まずやっぱり何と言ってもめちゃくちゃ使いやすいです。こういうキーボードっていろいろなところからいろんなものがね、本当に数少ないながらも出てはいるんですけども、圧倒的にユーザーフレンドリーというかめちゃくちゃ使いやすいですね。そもそもこのブラックベリーのキーボードがそのまま使えるっていうところもねそうなんですけど、この接続のシームレスさみたいなのとか、あとキーマッピングを本当に自作キーボードみたいに自由に書き換えられるところとか、あとトラックボールがね結構ヌルヌルと使えるっていうところが唯一無二というか、本当にこういうキーボードの中では今まで使った中では圧倒的に良いかなと思います。これが日本円で4000円とかそのぐらいだと思うんで、それがめちゃくちゃいいですね。
で本当にめっちゃコンパクトで軽いので、例えばねガジェットポーチの中にスポッて入れてね、いつでも忍ばせて使いたい時だけ取り出して使うとか、あとまあねオブジェクト IO のこういう iPhone ケースとかがあるんですが、こういうのとかにね iPhone で一緒に使うならいつも入れといて、使いたい時に取り出して使うとか、そのぐらいのなんかね機動性の良さみたいなところがあります。めちゃくちゃコンパクトなのでその辺はすごくしやすいですね。普通のねキーボードで打った方が圧倒的に速くて、快適ではあるんですけど、その辺ね物理キーボードで使いたいみたいな、ただこれを打ちたいみたいなそういう用途にはすごくぴったりかなと思います。ただちょっとねミスったなと思うのが、やっぱりね有線接続だといろいろな制限があるので無線版買えばよかったなってところですね。もうこの動画を撮るタイミングではすでに無線版をポチって後でね届くような感じになってるんですけど、あとGalaxy Z Fold シリーズとかだと DeX モードって言ってデスクトップ的なモードができるんですよ。でそれをねこう有線で、ディスプレイなりXR グラスとかに接続するとデスクトップっぽく使えるっていうのがあるんですが、それでね本当に使いたいのにこれ有線接続しかないから 1K と、映像出力しちゃうとキーボード使えないし、キーボード使うと DeX モード使えないみたいな、そこのねジレンマがあってちょっとね悩みどころですね。これがね本当に無線版であれば、例えばね Vision Pro も OS2 以降でマウスカーソル使えるようになるので、本当にこれをVision Pro かぶってこれをこうポチポチしてるだけでいろいろな作業ができるっていう、そういうね夢も見つつなんですけど、汎用性かなりやっぱり上がるのかなって感じがしています。そういう意味からねやっぱり有線版じゃなくて無線版の方がいいかなってところですね。その Bluetooth モジュールがね技的通ってるかとかそういうところもあるので、基本通ってないと思うんですけど、半年間はね普通に使えると思うし、日本でねその技的通ってるモジュールに入れ替えとかもしできるのであれば、そういうね可能性とかもあると思うので、そこがすごく楽しみですね。で Bluetooth の話で言うと、有線キーボードを無線 Bluetooth 化するっていうこういうツールも売ってたりするんですよ。これはねビットトレード1さんから以前ね提供いただいたもので、あんまりね使いこなせてはないんですが、これをね例えばここに、有線でこことここ接続して、でちょっとね気になるのがバッテリーが外部で必要なので電源をこう、供給しなきゃいけないんですけど、電源を供給するパーツとかもちゃんとね備えられれば、このぐらいのサイズ感で Bluetooth かこのキーボードのまんま技的が通った状態で使えるかなと思っています。ただマイクロ USB で電源を供給しなきゃいけないっていうところで、このサイズ感をね小さくして収めるのは難しそうで、今のところはやっぱり Bluetooth 版を購入してみるっていう方向性で落ち着いている感じですね。はい、っていう感じですね。今はこの真っ黒のブラックベリーの状態なんですけど、 eBay でね今9900のホワイトモデルのキーボードパーツだけをね購入しているので、それに換装しつつ 3D プリンターとかでねケースも真っ白にしたら真っ白いこのキーボードもできるんじゃないかとかね、今そういうところがちょっと楽しみでいろいろと遊んでいる段階です。そこはねちょっと今後動画にできるかわかんないんですけど、できたらしていこうと思います。というわけで今回の動画終わりにしようと思います。ぜひ気に入っていただけた方はチャンネル登録お願いします。あと過去の動画でこういうね iPhone ケースのレビューだったりとかそういうのもね結構やっているので、ぜひチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。とぼろぐでした。